アルミ剥いてあげて、しかもこういうね、アニサキスで、こうね、空気を抜くように、茶碗蒸しの上にね、あん肝使って、普通のね、あん肝ポン酢と、あとね、あん肝の煮付けと、あと、あん肝の味噌漬け作っていきたいと思います。最初に、この下処理するんですけど、表で、こっち裏にね、太い血管が入ってるんで、この血管をね、骨抜きで取ってしまいますよと。この取るときにね、どうしてもね、こう、肝がね、こう、崩れてブチブチついてきてしまうんですけど、このね、血管残すと結構あん肝にね、臭みが出てしまうんで、ここはね、ちょっともったいないんですけどね、思い切って血管取ってくださいと。で、こんな感じでね、太い血管取れたら氷水につけて血を抜いていきますよと。これね、氷水につけるのはだいたいね、10分ぐらい。あんまりつけすぎるとあん肝のね、味が全部水に流れ出ちゃうんで、このね、臭みだけ抜くようなイメージで、この後塩してまたね、こう臭み抜きっていう工程をね、踏むんで、10分ぐらいつけてくださいと。でね、こんな感じでね、水にね、ある程度汚れが溶け出したら、で、ここから、水切って、塩して臭みを抜いていきますと。こんな感じでね、ざるかなんかにあん肝並べてあげて、塩振っていきますと。でね、塩はね、これあんまり強く振りすぎるとあん肝がしょっぱくなるんで、適度に。でね、あん肝っていうのはね、大体がね、中国産、韓国産も流通する 80% から 90% が輸入物ですかね。で、これは北海道産なんですけど、国産でね、流通するのは北海道だとか青森だとか寒い地域のあんこうが主流ですかね。あと茨城なんかもね、あんこう鍋って言って有名だったりしますけど、で、旬はね、冬の寒い時期。こんな感じでね、塩振ったら、ここからね、30分ほど置いて、このね、水分と一緒に臭みを抜いていきますよ。30分経ちました。そうするとね、こうやって表面に水分が浮いてきて、こうやってね、下にもこう、あん肝のね、水分が抜けてドリップとして出てくるんで、これを洗い流します。で、これね、最初水でさっと洗い流して、その後、こうね、酒軽く振って、で、なじませておくと、臭みが出にくいんで、このね、だから塩で、水分抜くのと、酒でね、こう、最後、ちょっとね、軽く漬け込むのだけは、やった方がいいんではないかと思いますね。で、肝はね、どうしてもこういうね、アニサキス、こういう寄生虫がね、どうしてもいるんで、これ塩とかするとね、結構表面に出てきたりするんで、もう見つけたらね、必ず取ってくださいと。火入れればね、こう死ぬんですけど、こういうところにね、こう浮いてくるんで、こういうのはね、結構神経質にやってあげた方がいいんではないかなと思いますね。まず一番最初ね、あん肝ポン酢、もうごくごく一般的な作り方を紹介しようかと思います。あん肝ポン酢作るときはね、アルミに包んで蒸してあげるんですけど、このあん肝が結構大きいとね、形が作りづらいんで、ある程度ね、こうやって適当な大きさに切ってあげてから蒸していきますよと。で、あん肝ね、これ、アルミに包んで蒸していくんですけど、これね、ここにあん肝並べていくんですけど、このさっき血管取ったじゃないですか。血管取った面っていうのはこうザラザラしていて、血管が入ってなかった方の面っていうのはこうツルツルしてるんですよ。で、このツルツルの面同士を合わせるとあん肝がまとまらないんで、このね、血管があったこのザラザラした面同士を合わせて、こうやってね、まとめてあげると綺麗に蒸し上がりますよと。こんな感じで入れたら、
こっから、アルミでね巻いてってあげます。で巻くときはねこうなるべく空気が入らないように巻いてあげて、で、最初にねどっち側でもいいんですけど端をねこう折り込んであげると。で端を折り込んだら今度立ててこうね空気を抜くようにトントントンと押してあげて、で最後このね上をねじってあげるとこういうね丸い形になるんで、このまま蒸せばおなじみのあん肝が出来上がりますよと。これが一番一般的な方法ですかね。で蒸す時は蒸し器にそのまま入れてあげればいいんですけど、もしね蒸し器なかったらねこんな感じでね器とかでね鍋底上げしてあげて蓋してあげれば普通に蒸せますよと。で、あん肝の場合はねこのままねだいたい20分から25分蒸してあげれば、火が入るんで、ここからねタイマーかけて蒸してくださいって感じですね。時間になりましたと。そしたら、火止めてね取って、置いといてあげれば、食べられますよ。でこれ蒸したては、熱々でね美味しいっちゃ美味しいんですけど形がねばらけやすくてこううまく切れないんで常温までね冷ましてあげてから食べた方がいいですよと。あと冷蔵庫に入れる方は冷蔵庫に入れてって感じですね。これ粗熱が十分に取れましたと。そしたらこんな感じでね、アルミ剥いてあげて、でねこのオレンジのこれはね全部ねあん肝の油なんですよね。あとはね普通にねこうやって切ってあげて食べればいいんじゃないかなと。このね切ったあん肝ね器に盛ってあげて、であとはね青ネギはね細かく打ってあげて、でね、たっぷりめにかけてあげて、あとこれはポン酢ね、ポン酢をね敷いてあげて、で最後ね大根おろし、これ一味ねこれ辛いの苦手じゃなければね一味効かせたもみじおろしにして上に乗っけるんでも脇に添えるんでもねこんな感じで持ってあげればいいんではないかと。あとはね、ちょっと変わった食べ方したかったらこれね、こういうどうしても形の悪い端とか出るじゃないですか。こういうの入れてあげて、卵液入れて、茶碗蒸し作っても美味しいんじゃないかなとは思いますね。でね、茶碗蒸しの作り方は別の動画にまとめてるんでよかったらね、概要欄に貼っておきますんでそっちで参照してくださいと。でこのまま食べてもいいんですけど、あん肝ってねどうしても独特の臭みがあるじゃないですか。こんな感じでネギ添えてあげて、で最後ね銀あんって言って、だしにね、酒と醤油とあとみりんちょっとだけ入れてね、味付けてるんですけど、水溶きのねくずもしくは片栗でとろみをつけてあげて、あとね、香り付けにねちょっとだけこう大根おろし入れてあげて、みぞれあんみたいなねあんを作ってあげて、で最後ね茶碗蒸しの上にねこんな感じで添えてあげれば、冬の寒い日なんかねこういうね熱々のあん貼ってあげると結構ね喜ばれる茶碗蒸しになるんではないかと思いますね。この醤油と砂糖の
塩分と糖分で水分が抜けて身がねギュッと締まるんで、フォアグラのテリーヌみたいな食べ方をしてもね、1週間とかね長めに漬け込む場合はこのねあん肝全体をねしっかり味噌で覆ってあげないと